あの頃、この町には活気がありました。新しいビルが立ち並び、駅前には人があふれ、誰もが、明日はもっと良くなる、と信じていたのです。昭和から平成へと移り変わる時代の中、地方都市の一角で、一人の男が、その波に乗っていました。彼の名前は、斉藤正夫。48歳。地元で建設会社を営み、堅実な経営で家族を支える父親でした。仕事は順調で、従業員も増え、家族には何不自由ない暮らしを与えていました。けれど、その忙しさゆえに、家で顔を合わせる時間は減っていきました。お父さん、今日も遅いの。小さな食卓に残されたご飯と、寂しそうな娘の声が響きます。正雄は心の中でこう言い聞かせていました。今は働き時だ。家族のためにもっと稼がなければ。しかし、その働き時が永遠に続くわけではなかったのです。平成元年、日本は空前のバブル景気に沸いていました。銀行は次々と融資を進め、土地や不動産は持っているだけで価値が上がる時代。正雄のもとにも次々と大きなチャンスが舞い込んできました。社長、今なら拡大するべきです。都心の土地を抑えておけば、大きなリターンが見込めます。経営者として未来を見据えた判断が求められる中で、正雄は決断します。会社の規模を拡大し、新規事業に踏み出したのです。ですが、それは静かに、そして確実に、破綻への道を進むことになりました。平成3年、バブルは突然、崩壊します。土地の価格は一気に暴落し、予定していた建設案件は中止、取引先は次々と倒産。正雄の会社も例外ではありませんでした。もう、これ以上の融資はできません。銀行の言葉は冷たく、非情でした。これまで築いてきた信頼や人間関係は、一夜にして崩れ去ります。従業員に給料を払えなくなり、ついには会社を畳む決断を下しました。残されたのは、数千万円という莫大な借金。家族は自宅を手放し、社用車も売却し、古びた団地へと引っ越しました。引っ越し当日、娘がこつりと聞きました。お父さん、どうしてうちはお引っ越しするの？正雄は、その問いに言葉を返すことができなかったと言います。こうして、家族の人生は大きく変わり始めたのです。借金と向き合い、生活を立て直すための本当の戦いが、ここから始まったのでした。団地の窓から差し込む朝日を見て、ようやく、今日という一日が始まります。引っ越してきたばかりの頃、家族は、誰もが不安そうな顔をしていました。今まで暮らしていた家とは比べ物にならないほど狭く、家具も最低限のものしかありません。でも、ここからまた始めよう。そう言って、父の正雄は、誰よりも早く起きては、仕事を探しに出かけていました。工事現場、倉庫作業、日雇いの仕事。社長だった頃には、想像もしていなかった現場で、黙々と汗を流して働きました。母の美智子も、スーパーのレジや清掃のパートを掛け持ちしながら家計を支えます。そんな中、私も何かしなきゃ、と声を上げたのが、当時高校1年生だった娘のさくらでした。学校に行きながらでもできる仕事ってあるかな。学校の掲示板で見つけたのは、早朝の新聞配達のアルバイトでした。面接の帰り道、冷たい風が頬を刺しました。本当にできるかな。不安を抱えながらも、翌朝4時、彼女は分厚い新聞を自転車のカゴに積み込み、暗い道を走り出しました。冬の朝は手がかじかんで、新聞がうまく折れません。雨の日は、カッパを着てびしょ濡れになりながら坂道を登ります。おはようございます。眠そうな声で、配達所に挨拶をし、無言で新聞を受け取る日々。学校で友達に新聞配ってるのと聞かれても、さくらは笑ってこう答えました。ちょっとだけ家計を助けたくて。その笑顔の裏には、計り知れない決意が隠れていたのです。家に帰ると、まだ家族は眠っていました。シャワーを浴び、制服に着替え、何もなかったように登校します。学校が終われば、夕食の準備や洗濯も手伝いました。大丈夫。うちは、まだ家族みんなが元気だもん。何度もそう口にしながら、涙を見せることはありませんでした。ある日の朝、配達を終えて、団地の階段を登る途中、ふと空を見上げました。明るくなり始めた空に、一羽の鳥が羽ばたいていきました。いつか、私も飛び立てる日が来るのかな。そう、心の中でつぶやいたと言います。借金と貧困。重たい現実の中で、彼女は静かに、確かに、前を向いて歩いていました。そしてその歩みは、やがて、家族の運命を大きく動かしていくのです。新聞配達の仕事にも、
少しずつ慣れてきた頃のことでした。さくらは高校の進路指導で将来について聞かれました。卒業後は就職、それとも進学、先生の問いかけにさくらは少し迷いながらこう答えました。パ職人になりたいです。一瞬、教室の空気が変わったように感じました。パ職人。誰もが手を丸くする中で、さくらはずっと胸の中に秘めてきた夢を初めて口にしたのです。借金を抱えた家族の中で夢を見ることすら贅沢だと思っていたさくら。けれど、新聞配達の帰り道にいつも通る、町のパン屋さんの温かな香り、窓越しに見える、笑顔でパンを選ぶお客さんたち。こんなお店が自分の手で作れたら、少しずつ心の中でその思いが育っていったのです。家に帰ってから、恐る恐る両親にその夢を伝えました。パン職人になりたい。製パンの学校に行って、ちゃんと学びたいの。最初に口を開いたのは、母の美智子でした。でも、うちには、そんなお金。当然の反応でした。学費、材料費、交通費。パン職人への道は、決して安くはありません。父の正雄も黙ったまま何も言いませんでした。しかし、その夜、今の電気が消えた後、両親は二人で遅くまで話し合っていたそうです。翌朝、正雄が桜にそっと言いました。行ってこい。やりたいことがあるなら、胸を張って追いかけなさい。それは、破産してから初めて聞いた、父のまっすぐな声でした。こうして、桜は製パン専門学校への進学を決意します。朝は新聞配達、昼は学校、夜はカフェでアルバイト。睡眠時間はわずか数時間でしたが、彼女の目はいつも輝いていました。小麦粉の扱い方、酵母の発酵、成形の技術、一つ一つを丁寧に学び、ノートにはパンへの思いがびっしりと書き込まれていきました。そして、ある日、実習で作ったクロワッサンを家に持ち帰った桜に、母がそっと言いました。あったかい味がするね。それはきっとパンの味だけではなく、娘が努力で掴もうとしている夢そのものの味だったのかもしれません。彼女の小さな夢は、まだ誰にも知られていない希望の光でした。けれどその光は確かに家族を照らし始めていたのです。専門学校での2年間は、あっという間に過ぎていきました。桜は成績も優秀で、先生からも本当にパンが好きなんだね、と声をかけられていました。授業のない日には、町のベーカリーでアルバイトもしていました。パンの香りに囲まれているだけで心が落ち着く。生地をこね、発酵を見守り、焼き上がった瞬間の喜び。パン作りは彼女にとって生きる力そのものでした。いつか自分の店を持ちたい。そんな夢は現実味を帯び始めていました。でも、それを叶えるためにはお金が必要です。開業資金、設備、材料、そして場所。まだ借金の残る家族にはとても簡単な話ではありませんでした。そんなある日、父の正雄がふとこんなことを言い出します。会社をやってた頃の倉庫、まだ残ってるんだ。それは町外れにある古びた平屋の建物。壁はひび割れ、ドアも錆びついていましたが、屋根と柱はしっかりしていました。ここを、お店に、最初は桜も驚きました。でも、見れば見るほど想像が膨らんできたのです。カウンターはここにして、奥にオーブンを置いて、家族で話し合い、倉庫をパン屋に改装する計画が始まりました。もちろん、プロの業者に頼む余裕なんてありません。父と母、そして桜の3人でコツコツと手を加えていきました。ペンキを塗り、棚を取り付け、近所の知人からもらった中古の冷蔵庫やガスオーブンを設置します。看板は母の手書きでした。桜ベーカリー。その名前には、娘の夢と家族の希望が込められていました。そして、ついに迎えた開店初日。緊張の面持ちでドアを開けると、外には誰もいませんでした。やっぱり、無理だったのかな。桜はうつむきました。しかし、しばらくして、一人のおばあさんがゆっくりと店に入ってきました。新しくできたお店だって聞いてね。なんだか、いい匂いがしたから。おばあさんは焼きたての食パンを一つ買って、にっこりと微笑みました。明日も来るわね。その言葉がどれほど嬉しかったか。小さなパン屋の小さなスタート。けれど、その一歩が確かに前に踏み出した瞬間でした。家族3人の力で作り上げた店に、ほんの少しだけ未来の光が差し込んだのです。開店から数日間、お店にはぽつりぽつりとお客様が訪れるだけでした。それでも、桜は毎朝4時に起きて、生地をこね、オーブンに火を入れました。誰かが来てくれるかもしれない。
その希望だけを胸に、休むことなくパンを焼き続けたのです。父の正雄は、朝から配達用の自転車に乗って、近所の工場や事務所を回っては、チラシを手渡しました。うちの娘がパン屋を始めましてね。よかったらぜひ。最初は、そっけなかった人たちも、次第にその姿勢に心を動かされるようになりました。母の美智子は、店頭に立ってお客様に、笑顔で声をかけました。今日は、バター多めのクロワッサン、焼いてみたんですよ。試食を進めると、お客様は、美味しいね、と笑って帰っていきました。ある日、いつも来てくれるおばあさんが、友人を2人連れて来店しました。ここのパン、優しい味がするの。孫にも食べさせたくて。その一言が、桜の胸に深く染み渡りました。口コミは、少しずつ街に広がっていきました。SNS も広告も使っていない、ただただ人から人への評判だけ。あのパン屋さん、若い子が一生懸命やってるのよ。パンがね、どれも手作りで懐かしい味なの。気づけば、昼過ぎにはほとんどの商品が売り切れるようになっていました。でも、それで満足する家族ではありませんでした。もっと喜んでもらえるパンを作りたい。さくらは夜な夜なレシピノートを広げて、新しいメニューを考えました。試作しては失敗し、また挑戦し、それを家族みんなで味見して意見を出し合います。これは少し甘すぎるかな。もう少しふんわり感が欲しいね。パン作りは、もはや家族の日常そのものでした。店の内装も少しずつ変わっていきました。近所の大工さんが余った木材でベンチを作ってくれたり、小学生の子が描いた絵が壁に貼られていたり、お店はパンを買う場所から地域の人たちが集まる居場所へと変わっていったのです。借金を抱えて始まったたった3人の小さな挑戦。でも、その挑戦は街に、そして人の心に確かに届き始めていました。また来るね。その何気ない言葉がどれほどの励ましになったか。努力は必ずしもすぐに報われるわけではありません。でも、誰かの記憶に残ることはあるのです。その積み重ねが今の桜ベーカリーを少しずつ大きくしていきました。春秋の朝、一本の電話が店にかかってきました。地元テレビ局のものですが、桜ベーカリーさんに取材をお願いできませんか？驚いたのは、桜だけではありませんでした。母の美智子は受話器を持ったまま、プチがテレビに出るのを、と目を丸くしました。数日後、撮影スタッフがやってきて、開店準備の様子やパン作りの工程、家族のインタビューを丁寧に収録していきました。地元の小さなパン屋が、家族の力で人気店に。番組は、ほんの5分ほどの特集でしたが、その放送が流れた翌日、店の前には、開店前から長い行列ができていたのです。テレビで見てきました。あのクロワッサン、まだありますか？町の人たちだけでなく、近隣の市や遠くから車で訪れる人まで現れました。桜たちは予想をはるかに超える来店者に慌てながらも必死で対応しました。オーブンはフル稼働。父の正雄は店の外で列を整理し、母の美智子は笑顔で接客を続けます。そして何よりも感動したのは、お客様たちがパンを一口食べた時に見せるほっとした顔でした。なんだか懐かしい味がしますね。そんな声を聞いた桜は、思わず涙をこらえきれませんでした。ただ、美味しいパンを焼きたくて、家族を支えたくて始めたことが、こうして誰かの心に届いている。あの日、たった一人のおばあさんから始まったお店が、今では行列ができる人気店になっている。夢みたいだね。家に帰ってから、正雄がこつりとつぶやきました。でも、その夢は奇跡ではありません。地道な努力と家族の絆、そして一人一人のお客様との小さな出会いの積み重ねによって、現実になったものだったのです。そして、それはまだ、始まりに過ぎませんでした。テレビの取材をきっかけに、さらに、多くのメディアが注目し、雑誌や新聞にも取り上げられました。パンで人生を変えた家族の物語として感動を呼び、店の前には毎日のように列ができるようになりました。それでも家族のスタンスは変わりませんでした。一人一人に心を込めたパンを。その思いだけを胸に、今日も焼きたての香りが店いっぱいに広がっていきました。売れ残ることの方が多かった開店当初を思えば、今の桜ベーカリーは夢のような毎日でした。行列ができ、口コミが広がり、雑誌やテレビにも紹介されるようになった店。でも、桜たち家族は浮かれることなく、毎日を地道に丁寧に過ごしていました。やっと、普通の生活ができるようになったね。そんな母、
美智子の言葉には深い意味が込められていました。以前は毎月の返済日が近づくたびに家族の会話が減り、家の中に重たい空気が流れていたのです。ですが、今では仕入れも材料費もきちんと支払え、少しずつですが貯金もできるようになっていました。借金の残高も気づけばあとわずか。そして、ある春の日のこと。父、正雄が静かに通帳を見つめながらこう言いました。全部、返し終わったよ。その言葉に一瞬、店の中が静まり返りました。桜は思わず手にしていたトングを落とし、美智子は涙をこらえるように口を押さえていました。本当に終わったんだね。借金返済に追われた十数年。家族は何度も悔しさや不安に飲み込まれそうになりながらも助け合い、支え合ってここまでたどり着いたのです。桜がぽつりとつぶやきました。これでようやく夢の続きが見られる気がする。その夜、店の片隅で家族だけの小さな感謝祭が開かれました。手作りの料理を囲み、乾杯の音が響きました。お父さん、私、今まで一度も言えなかったけど、桜がゆっくりと顔を上げて言いました。私、この家族に生まれて本当に良かったです。正雄は何も言わずにうなずきながら目頭を押さえていました。借金を返し終わっても贅沢はできません。でも、この日ほど家族が豊かさを実感した日はなかったのです。パンという日常の中の小さな幸せが、家族をつなぎ、街をつなぎ、そして未来へと続く希望になっていく。それを誰よりも知っていたのはこの家族自身でした。春の風が店の前をふわりと通り抜けていきます。桜ベーカリーは今や地元だけでなく県外からも多くのお客様が訪れる街の名物店となりました。休日ともなれば駐車場には県外ナンバーの車がずらりと並びます。遠くから訪れたお客様が写真を撮り、パンを選びながら楽しそうに話す声が店内に溢れています。テレビで見て一度来てみたかったんです。本当にあのパンの味、忘れられなくて。そんな言葉に桜はいつも心からの笑顔で答えています。店の奥では今日も父の正雄がパンを焼き続けています。田の頃のような苦しい顔はもうしていません。汗をかきながらもどこか誇らしげな背中が今日も厨房に立っています。母の美智子も変わらぬ優しい声でお客様に話しかけています。今朝はチョコのパンが特におすすめですよ。地元の小学生が描いた絵やお客様から送られた小さな植物が飾られた店内はまるで第二の家のようです。桜の夢だった家族で営むパン屋はただの夢で終わらず、こうして確かな形になりました。ここに来るとなんだか元気になれる。そう言ってくれるお客様がいることが何よりの誇りです。そして最近では修学旅行の立ち寄り地としても紹介されるようになり、学生たちが列をなしてパンを買う姿も見られるようになりました。桜はそんな未来を想像したことすら昔はありませんでした。でも、こうして目の前に広がる景色はすべて現実です。借金の返済、厳しい生活、眠れぬ夜。それらすべてが今の桜ベーカリーの礎となっています。もちろん、決して順風満帆ではありません。材料費の高騰、スタッフ不足、日々の仕入れと管理。でも、桜たちはもう逃げません。乗り越えてきた道のりがあるからこそ、どんな困難も前向きに向き合えると信じているのです。パンって毎日食べるものだけど、ふとした時、桜がつぶやきました。でも、その毎日をちょっと幸せにできるってすごいことですよね。今日も店には小麦とバターの香りが温かく広がっています。桜ベーカリーは街の風景の一部として、そして誰かの心の拠り所として、静かにしっかりとそこにあり続けています。それではまた次の動画でお会いしましょう。